従者を素手で戦わせたい。そう考えたことはありませんか？特に AE では素手の攻撃力を上げる装備が多数追加されているので、これらを従者に装備させて戦わせようとするのは自然なことだと思います。しかし、実際に従者を素手で戦わせようとすると、いくつかの問題が発生します。この動画ではその問題を解消して、素手で戦う従者、捨て頃従者を作る方法を紹介します。従者を素手で戦わせるには、まず武器を取り上げる必要がありますが、武器をすべて取り上げても、なぜか従者は弓を装備してしまいます。ほとんどの従者は、護養すると持ち物に弓と矢が追加されます。この弓と矢はそれぞれ、初期弓、初期矢と呼ばれています。初期弓と初期矢は持ち物欄に表示されないので、取り上げることはできませんし、武装解除を当てても手放してくれません。また、初期弓には矢を消費しないという特徴があり、どれだけ撃たせても初期矢が尽きることはありません。従者を素手で戦わせるには、この初期弓問題を解消しなくてはならないのですが、問題を単純にするために、まずは初期弓を持たない従者の場合を考えます。シセロと闇の一党の新人2人は、従者に雇用しても初期弓が追加されません。なので、普通に武器を回収するだけで、素手で戦ってくれるようになります。しかし、実際にこの方法で素手で戦わせていると、すぐにある問題が発生します。それがこれ、取り上げたはずなのに、いつの間にか武器を持ってしまっているということです。武器を持たない NPC は戦闘中、落ちている武器を勝手に拾ってしまいます。これが捨て頃従者を作る上でのもう一つの問題、勝手に武器を拾ってしまう問題です。しかし、NPC に武器を拾わせなくするなんてことが、果たして可能なのでしょうか？実は、驚くほど簡単な方法で実現できます。そのために必要なのは、破壊魔法が込められた杖です。ネロスから買えば安定して入手できます。杖を手に入れたらすぐに使い切って、充填を空にします。その後従者に持たせます。これだけで、従者が武器を拾うのを防げます。実際に試してみましょう。現在、全員に充填が切れた破壊魔法の杖を持たせた状態です。この状態でしばらく戦わせてみましたが、どれだけ戦わせても武器を拾うことはありませんでした。武器を取り上げてから充填が切れた破壊魔法の杖を持たせる。これで初期弓を持たない従者は捨て頃従者にできます。それでは肝心の初期弓問題の解消法です。従者から武器を取り上げた後、帝国軍の弓を持たせます。すると、しばらくは弓で戦いますが、すぐに矢が切れて素手で戦うようになります。矢がなくならないというのは初期弓の特性なので、初期弓以外の弓で初期矢を打ち続ければ、いずれなくなるというわけです。この方法では、従者に初期弓より優先順位が高い弓を持たせる必要があります。汎用弓で条件を満たすのは、帝国軍の弓、オークの弓、ドワーフの弓、ドラゴンの骨の弓の4つだけでした。帝国軍の弓ならヨイドレハンスマンでレベル1から買えるので、こだわりがないなら帝国軍の弓を使えばいいでしょう。この方法でも勝手に武器を拾ってしまう問題は発生するのですが、初期弓を持たない従者と同じく、充填の切れた破壊魔法の杖を持たせれば防げます。これでうまくいきそうに思えますが、欠点があります。敵から矢を受けると、たまに矢が持ち物に追加されて、弓を使用してしまいます。矢を打ち切ればまたすでに切り替わりますが、この現象の発生そのものは止められません。なので、初期弓を持つ従者の場合、どうしても弓を使ってしまう瞬間が存在します。まとめるとこのようになります。完璧な捨て頃従者を作るには、初期弓が追加されない、シセロか闇の一党の新人を雇うしかありません。それ以外の従者を捨て頃従者にする場合は、最低限の弓の使用は受け入れる必要があります。以上で、捨て頃従者を作る方法の紹介を終わります。素手で戦う従者が欲しい方は試してみてください。最後に、私のチャンネルではこの他にも、ネット上のどこでも見られない小ネタやテクニックを紹介しています。なので、興味があれば他の動画も見てみてください。その際はぜひ、フォロー、チャンネル登録、いいね、高評価をお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。